オーラベナスタールです。こんにちは、千葉サラです。前回は私が選ぶメキシコおすすめスポットランキングトップ5から3をご紹介しました。結構街の雰囲気を重視しておすすめしたんですけど、今回の1位と2位はここの何が良かったよとか結構指定してます。個人的にやっぱ感動した場所を1位と2位にしたんで、皆さんに共感してもらえるかわかんないですけど、はい、私の中ではおすすめなのでぜひ参考にしてくれたら嬉しいです。はい、それではスタート。はい、続いて第2位、ラパスのバランドラビーチ。 YouTube 始める前に行った場所なので本当に動画が残ってない。マジミスった。まずラパスっていう場所があんまり知られてない場所なのかな。私が日本人の友達とかに言ってもどこみたいな。ラパスはロスカボスの上下上ちょっとここね乗ってます。はい、最初ラパスに行く目的は野生のシャチと泳ぎたかったのね。野生のシャチが結構現れると言われてる場所なんですけど、メキシコの中でね、案の定ね簡単には出会うことはできませんでした。シャチと泳げなかったってなんかもう途方に暮れてて、行く場所ほとんど調べてなかったんですよ。海しか考えてなかったから結構田舎でどこで遊べばいいの？海好きとかダイビングする人は本当にラパスはいいと思う。なぜかというと哺乳類がすごい集まる場所らしいんですよ。アシカとも泳げるし、なんかいろんな動物と泳げるらしいんで、ジンベエザメとか、シーズンにもよるかもしれないけどね。だからそういう面ではすっごい楽しいし、自然と遊ぶには最高って場所なんですけど、観光地巡り、街巡りだとごめんなさい、私もあんま調べてないから勉強不足なんですけど、あんまりなかった気がします。どうすると思って友達と現地で調べたんだけど、なんか別に行きたいとこなかったし、だけどメキシコ詳しい人にちょっと教えてもらったのが、バランドラビーチって有名だよ。ここから車で確か40分ちょっと忘れたけど行けるんですよね、そのバランドラビーチ。初めて国際運転だったし、ずっと車運転してなかったから、事故ったらどうしよう、レンタカーだし海外保険も入ってないしみたいな、バカだから入んなかったんですよ。すっごい悩んだの。もう夕方になりかけてる頃ぐらいだったかな。いや今から行っても海どうせ泳げないし、もう来れないかもしれないって思うと、やっぱ勇気出していくべきだなと思って運転しました。でもね、意外と綺麗な道で山に囲まれた一直線でもなんかこう山がそんな高くないからすごい明るい道だったんですよね。ずらーってサボテンがすごい生えてた。両サイドサボテンで、やっぱメキシコ感があるとすっごい嬉しかったから、やばいめっちゃ綺麗、ここ何これと思って。でしかも通り過ぎる車とかもあんまなかったから爽快に走れたんですよね。あっという間にバランドラビーチ着いちゃったんですよ。逆にもう終わりかってぐらい。案の定ね、ビーチはもう帰る人が多かったし、あそこって朝とか昼が水がここまであるんですよ。歩いても全然深くならないの。だから潜るとかっていう場所じゃない、崖岩に囲まれてる、なんかもうプライベートビーチですかみたいな、神秘的というか、こんなとこあんのと思って、もうね、ビール片手に永遠に散歩してればいいと思う。ビール片手に散歩してるメキシコ人のおっちゃんにずっとついてこられたもう海の中でずっとね、鬼ごっこしてたずっとついてくんだもん。なんでと思ってザ泳ぐっていうよりかはゆっくりできるとこだなって感じました。わかんない、私が行った時期がそうだったのかな。私の経験上はそうでした。で、ここなんですよ。その一直線上に走った道の一番奥、行き止まりみたいになってるところがビーチの駐車場になってるんだけど、そのちょっと手前にみんな車をこうちょっとさ、崖岩なんか山ちょっとこう止めてたのよ、車が。なんでここに車いっぱい止まってんだろうと思って、パッて上見たら車を置いてる人たちが登ってくのよ。みんな道じゃないの本当に。で私はなんかあんのかなと思って、行こうよってちょっと友達に言ったら、友達がさ、やだ、じゃあ私一人で行ってくるわと思ってもう行ったの。そしたらもうこちらです。やばくない？本当に感動した。目の前に神様いるぐらい。夕日ってさ、時期によって場所変わる？ごめん、そういうの分かんないけど、もし変わるとしたら、たまたま私が行ったその時期がもう真ん中に夕日みたいな。しかも写真でこんなでかいんだよ。肉眼で見たらもっとでかいからね。わかります？写真ってさ、星撮ってもハエみたいになってんじゃん。 iPhone のサイズでこのレベルだよ。本当にやばい。もう生きててよかったって感じました。さあ、はい、ラスト来ましたよ。では1位のご紹介です。ドスオフォス。まず世界の絶景本になんか載ってた気がする。ごめんなさい、絶景本とかなんかそういうのに載ってるのはセノーテって載ってま
ます。いや、セノーテは多分知ってる人多いと思うけどね、セノーテってたくさんあるんですよ。私が言ったセノーテドスオホスね、グランセノーテとか、あとはセノーテなんちゃらセノーテ、本当にいっぱいあるみたいで、ぶっちゃけ言うと私も分かってないです。もうありすぎて意味わかんなさすぎて、これもな YouTube 始める前に言っちゃったからな。でその時私 GoPro 持ってなかったから借りたのね、人に。でその GoPro 結構古いから、なんかすごい手ぶれとかあるんで、画面用意したら申し訳ないんですけど、どうぞ。It's all in our hands, this life of time that's given to us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our hands. もう光のカーテンやばくないですか？まず水が淡水なんですよ。魚も淡水魚しかいないし、もうまるで水槽に入ってるようなこの美しさ、もう私死んでる？天国ですかここってぐらい本当に感動するの。本当に泣いた。シュノーケルで入れるところがこのドソーホス。あとなんかあったような気がするけど、ちょっとごめんなさい、わかんない。もうこの透明度に勝てるところはないと感激しました。で私はダイビングもしたから、日本人の方たちがやってんのかな、ツアー会社が現地にあるんですよ。カンクンの街にあったかな。そうだから日本人も全然安心していけるし、やっぱりね最初一人で行くっていうとね、ちょっとねいろいろありすぎて難しいから、ツアーはおすすめします。ここの洞窟はこういうところが見どころとかも全部教えてくれるから、本当に学べるっていう意味でもツアーはおすすめです。そう、ちょっと私もねよくわかんないんだ、私ツアーで行っちゃったからさ、その日本人の方たちのね。でしかもそのツアー友達に申し込んでもらったから、本当にちょっと勉強不足なんだけど、2回目なんかあれ一人で行ったかな、友達で行ったな、自分たちの車で行ってみようと思って行ったの。そしたらめちゃくちゃ安いよ。ただ本当にシュノーケルだけ入場料、ドソーホスって車で行くとゲートみたいなのがね、で入場料をそこで払ってチケット買えば入れちゃうのよ。あそこ何時オープンだったっけな。私は7時ぐらいに行ってたんだよね。7時半ぐらいかな、8時、ちょっとごめん忘れた。その時間が一番ベスト。観光客の方たちがまだ到着する前だから、朝だから水が超綺麗な。人が増えちゃうとさ、砂が舞ったり濁るわけよ。一番のおすすめは朝7時か8時ぐらい。ちょっとオープンの時間を調べて行ってみてください。やっぱ午前中が綺麗って知ってる人多いから、午前中にもう人が集まっちゃうのよ。もう昼に行ったら遅い。であと日焼け止めとかは絶対塗っちゃダメ。あとはねやっぱり晴れの日じゃないとダメね。晴れを狙って行ってみてください。メキシコのカンクンって有名じゃん。すごいカンクンは行く人多いと思うけど、もうカンクンに来たらぜひ寄ってください。もうカンクンビーチで終わらせないで、絶対行くべきです。いやでも本当にセノーテは私の口ではもう全部説明がしきれないほど、もっと美しいとこ、もっとすごいスポットいっぱいあるから、本当にツアーをおすすめします。やっぱ高いお金払ってでもね、最高の神秘的な場所はやっぱ知らないとね損したりするから、ぜひツアーを参加して行ってみてください。はい、ということでメキシコおすすめスポットトップ5でした。疲れた。メキシコは本当にいいとこだよ。私もめっちゃ詳しいわけじゃないけど、結構いろいろ経験はしてきたし、やっぱ好きなものってさおすすめしたいじゃん。そうはい、そんな感じの私のおすすめランキングでした。メキシコはね本当におすすめな場所いっぱいあるの。トップ5にしたけど、ぶっちゃけもっとねいろいろねおすすめな場所はいっぱいあるよ。さっきちらっと言ったけど、ロスカボスもすごい観光地で、日本人の方たちにも人気らしいです。でも私はね何にも調べないで行ったし、宿泊だけのために寄ったような場所だったから、ちゃんと堪能はできなかったけど、結構日本人の人たちにも人気のスポット。ここもダイバーにもすごい人気の場所で、あとはメキシコシティから車でそんなかかんない場所なんだけど、タスコっていうちっちゃい町があるんだよね。すっごい可愛い町なの本当に。だから町の写真撮っててもすっごい楽しいし、映える。てかメキシコって映えるスポット本
当にいっぱいあるから、写真好きとかもう若い子たちにもどんどん行ってほしいと思います。とにかく本当私もまだまだ全部は回ってないけど、もう行くところどころが本当にすごいもう好き。もうぜひ行きたいって思ってる方、もうぜひ行ってみてください。やっぱさ、そうメキシコ行くの不安だとかさ、よく聞きますけどね。そうだから私はメキシコ大好き大好きって言ってるけど、メキシコ合わないっていう日本人もいたし、まあそれは本当に行ってみんとわからん。まああと運もあるからさ、一回スペイン語学校通ってたのね。で珍しいことにたまたま日本人の男の子がいたのよ、途中からね。あ、はじめましてみたいな。多分メキシコ着いたばっかだと思うんだけど、しょっぱなバッグ取られたのよスペイン語学校って言っても結構カフェで授業とか多かったのね。ちょっと安めの学校っていう感じだったから。まあでもね、それは彼が悪かったけど、スタバで勉強してたのみんな。リュックをさ、椅子の後ろにかけてたのね。それは取られるねってすごいかわいそうだったんだけど本当に運もあるし、なんかメキシコ合わない人もいるから、まあ合わなかったらしょうがないなって感じで、経験だったなって感じで終わればいいと思う。でもね、本当に行きたいなら一回行ってみた方がいい。もうメキシコ超好きになったらもう大好きっていう人がね、本当に多い。もうどっちかに分かれるね。めっちゃ好きが嫌いみたいな私もこれからもっといろいろ旅はしようと思ってるけど、もっと気に入る国とかもね出てくるかもしれないから、もう本当にね、その出会いが楽しみ。